BL 向上委員会のリスです。今回の動画では親友の同棲してにうんって言うまで、こちらのドラマを1話2話の解説と合わせてダブル主演の吉沢要さんと雨宮翔さんをじっくり紐解いていきます。まずは作品紹介から。原作はロジ先生による漫画。ロジ先生の作品は全て読んでいますが、その中でもこの親友の同棲してにうんって言うまでは特に好きな一作なので、実写化が本当に嬉しかったです。人と人との距離が少しずつ変わっていく過程をとても丁寧に描かれている作風が印象的で、キャラクターの表情の使い方が本当にうまくて、セリフで感情を見せない分余白を楽しめるんですよね。 BL 漫画好きな方ほどハマりやすい作品だと思います。親友の同棲してにうんって言うまでは、親友同士だった2人が同棲という距離の近さをきっかけに関係性を揺さぶられていくジレキュン系 BL です。高校時代、写真を通じて親友になった湊と航。大学時代には一緒に暮らしていた2人ですが、湊の就職をきっかけに同居を解消して物理的に距離も離れてしまいます。同居解消の日、湊を見送った後、航は自分の恋心に気づきます。部屋の中に一人佇む航が流す涙が切なくて、自分の気持ちに戸惑う航が可愛くて、ぐっと気持ちをつかまれる瞬間でした。そこから3年という時間が過ぎ、本社勤務になった湊が地元へ戻ってきます。久しぶりの再会。嬉しいはずのその帰り道で、湊からいきなり俺と同棲してと告げられます。最初は冗談として受け流した航ですが、その提案を断ります。その後、湊の昇進祝いのため、高校時代の仲間たちと集まることに。航は写真館の店長に相談しながら、学生時代に湊からもらった思い出の花と同じ花をプレゼントします。それが白いトルコキキョウ。花言葉を調べてみたんですが、永遠の愛でした。作品の中でこの花言葉が直接回収されることはないのですが、すごく印象に残ってます。湊はきっとこの花言葉を知った上で、あの時航に送っていて、言葉にできない思いを花に託していた可能性が高いかなと思ってます。一方で航は前にもらったから、綺麗だったから、多分そのくらいのとてもシンプルな理由で選んだのではないかと思います。前話を完走した後にもう一度見返すと、このトルコキキョウが置かれた意味がよりはっきりと伝わってくる気がしています。それではここからはダブル主演の2人の紹介です。まずは吉沢要さん。吉沢さんは7人組グループ原因は自分にある、略して源氏部のメンバーでリーダーをされています。メンバーを見ていくと BL ドラマに主演あるいは出演している人が何人もいるグループなんですね。つい最近では修学旅行で仲良くないグループに入りましたのオープニング曲も担当されていました。吉沢さん自身は小学4年生の時に劇団四季のライオンキングを見たことをきっかけにバレエを始めています。中学1年生の終わり頃、渋谷のバレエスタジオ帰りに竹下通りの吉野家の前でスカウトされています。このエピソードを知ってからドラマを見返すと、あ、だからかと腑に落ちる瞬間が多いんですよね。立ち位置や座り姿、ふとした所作までとにかく姿勢が綺麗なんです。SNS で椅子の背もたれが背中に対して直角に見えるとつぶやいている方を見かけたんですが、それにすごく共感しました。画面の中で大きく動かなくても、そこに立っているだけで人物像が自然と伝わってくる、そういうタイプの俳優さんだと感じています。湊というキャラクターは感情が表に出にくく、人付き合いは不器用。でも言葉と行動はとにかくまっすぐで、特に航に対してはその一直線が際立ちます。吉沢さんのクールで端正な佇まいと、その奥にある厚さや繊細さ、この不器用だけど一途な空気感が湊という役ととても高い親和性を持っていると感じました。さらにこの作品はいわゆるジレキュン。吉沢さんの視線の使い方、淡々とした言葉選びと、そこに矛盾するように滲む優しさ。このギャップが物語のじれったさを何倍にも増幅させていると思います。そして本作は吉沢要さんにとってドラマ初主演と言っていい作品ですよね。これまでグループ活動や舞台経験を重ねてきた中で、主演として物語を引っ張るという立ち位置に立った時、その蓄積が静かに効いているんだと感じました。雨宮翔さんと共にフレッシュなダブル主演だからこそ、本当にいそうな2人の空気感が生まれている。その説得力を吉沢さんがしっかりと支えている印象です。続いて雨宮翔さんです。雨宮さんは男女7人組ダンス&ボーカルグループジェニックのメンバーです。ジェニックには体感予報で印象的な演技を見せた益子敦樹さんも所属していて、グループ全体として演技というフィールドへの理解や経験が自然と共有されている環境なんだと思いました。
というのも、雨宮さん自身、今回 BL 作品出演にあたって、益子さんから BL 作品ではどんな準備をするのか、放送後 SNS の反応がどう変わったかといったかなりリアルな話を聞いていたと語っています。ドラマ初出演、しかもダブル主演という立場ですが、完全に手探りの状態で現場に入ったわけではなかった。その点は演技に向き合う上で大きな支えになっていたんじゃないかなと感じます。そうした下地があったからこそ、初挑戦とは思えないほど自然な入り方で物語の中に溶け込めている。1話2話を振り返ると、この思い切ったキャスティングはとても的確だったと思いました。雨宮さんが演じている渡というキャラクターは、感情が全て顔に出てしまう、とにかく正直で不器用な人物です。嬉しい時も戸惑っている時も、気持ちを整理する前に先に表情が動いてしまう。その一つ一つがとても人間らしいんですよね。ここで印象的なのが雨宮さん自身の演技です。演技初と思えなかったのは、この感情の出し方に変な計算が感じられないから。どう見せようかと考えて表情を作っているというより、渡の感情をそのまま受け取って、それが自然と表に出ているように見えるんです。だから見ている側が、今渡はどう思っているんだろうと考え込まなくても気持ちがそのまま伝わってきました。ゼニックのパフォーマンスを SNS などで見ていると、もともと表情の使い方が上手い人だなという印象はあったんですけど、今回のドラマを見て感じたのは、表情を操っているというより、役の感情にスッと入り込むタイプの俳優さんなんじゃないかということです。そして、その雨宮さんの渡に対して、吉沢さんが演じる湊は、感情を内側に溜め込み、表に出さない人物です。感情がすぐ顔に出てしまう渡と、全てを飲み込んで視線に宿す湊。この対比がはっきりしているからこそ、親友から恋へと揺れ動く距離感がとてもわかりやすく、そして切なく伝わってきます。このドラマの見どころを3つにまとめてみました。1つ目は、感情のスピードが噛み合ってない2人。湊は自分の気持ちへ答えが出ているのに対して、渡は気持ちを整理する前に状況だけが先に進んでいく感じ。同じ時間を過ごしているのに同じ地点には立っていなくて、この足並みの揃わなさが2人の関係に独特の緊張感を生んでいると感じました。2つ目は、同居ではなく同性と言い切った湊の選択。渡の気持ちがまだ定まってないと分かっていながら、あえて恋人同士の生活を意味する同性という言葉を使う湊。真綿でゆっくりと縛られている感じがします。同性が2人の恋の始まりであるものはオツな演出だと思います。そして3つ目は、親友という関係が持つ逃げ場。渡にとって親友は湊を失わずにいられる最後の居場所。一線を越えなければこの関係は壊れない。でも踏み出してしまえばもう元には戻れない。だからこそ恋人になることよりも親友で居続けることを選ぼうとしてしまう。この選択が物語に切なさとためらいを与えていて、ジレキュン好きにはかなり刺さる展開だと思います。吉沢さんと雨宮さん、この2人だからこそ成立した関係性だと1話2話を見終えた時点ではっきりと感じました。この先、というまでの時間がどれだけ私たちをじらしてくれるのか、その過程も含めて最後まで見届けたい作品です。推しシーンやここが刺さったというポイントがあれば、ぜひコメントで教えてください。皆さんの視点も楽しみにしています。この動画が良かったと思っていただけたらいいねで応援していただけると嬉しいです。そして BL ドラマをじっくり語りたい方はチャンネル登録もぜひお願いします。以上、BL 向上委員会でした。